こんにちは、村久保です。今回の動画では、先日、トヨタ自動車で発売が開始されたアクアのスポーツグレードである GR スポーツの内外装紹介を専用装備をピックアップしながらお届けします。ネジ改良前になりますが、ノーマルアクアの内外装紹介はこちらの過去動画でお届けしています。それではご覧ください。まずはグレード構成になります。アクアにはエントリーグレードの B から上級グレードの Z までの全4グレードが設定されていますが、 GR スポーツはこれに加えて新たに設定されたグレードであり、車両本体価格を見ると上級グレードである Z と比較しても同じ肉同士では GR スポーツの方がより高価となっており、その価格アップ分に見合う装備が備えられているかを紹介していきます。ちなみに注意点として、 GR スポーツはその他のグレードに設定されている4駆の設定がありませんので、雪になるでの使用を想定されている方には注意です。続いてパワートレインについてです。アクアに搭載されているパワートレインはハイブリッドコンパクトカーの代表車種ということもあり、直列3気筒 1.5 リッターエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドのみとなっています。システム最高出力は115馬力となっており、コンパクトなアクアには必要十分な出力であると言えます。また GR スポーツ仕様にもバイポーラ型ニッケル水素電池と言われる従来のニッケル電池から高出力高揚力が実現された電池が採用されたことで、同じ 1.5 リッターハイブリッドが搭載されているヤリス以上のアクセルレスポンスが期待できます。 GR スポーツにはこのパワートレインに加えてボディ加盟に高性アップのためのブレースが追加されたり、足回りのセッティングが専用チューニングになっているといったメーカーが手掛けるからこそできる車の筋を良くするカスタムが施されていることによって、よりハンドル動作に対する応答性が向上し、日常使いの中でもスポーツドライビングが楽しめることと思います。ヤリスの場合、スポーティーバージョンを選択しようとすると3ドアの GR ヤリスの RS グレードになってしまうため、日常使いの良さを犠牲にすることなくスポーティー性を両立している点ではちょうどいい立ち位置の車であると言えます。続いて内外装飾についてです。まずは外反色についてです。アクアにはモノトーン、ツートンを含めて全17色の豊富なバリエーションが設定されていますが、このうち GR スポーツではブランドイメージを訴求するためバリエーションが絞られている点が注意であり、ツートンを含めてご覧の全8色展開となっています。 GR のブランドカラーの白黒赤に加えてアーバンカーキの設定があるのが面白いですね。選択肢が狭まるのは残念ですが、ブランドイメージの確立のためには致し方ないかなと思います。内装飾に関しても GR スポーツの場合ブラック一択であり、質実剛健なイメージのものとなっています。ただ GR スポーツに装備されているシートは形状も特別仕様のものとなっていますが、素材に関しても合成比較が標準となっており、それ以外のグレードでは上級グレードの Z でもオプション選択する必要があることを考えると、スポーツ走行に対するシートの形状、素材のこだわりを感じます。今回紹介する展示車の仕様はご覧の通りとなっており、グレードは GR スポーツ、パワートレーンは直列3気筒 1.5 リッターエンジンにハイブリッドを組み合わせたハイブリッド、外装色がホワイトとダークグレードのツートンであり、内装色がブラックとなっています。外観紹介、まずはフロントフェイス周りになります。改めて印象的なのがアクアのこのヘッドライトの目力ですね。大きく切れ長のヘッドライトが迫力満点であり、この目力と GR ブランドおなじみの四角く大きく開口されたファンクショナルマトリックスグリルが非常にマッチしており、ノーマルアクアよりもバランスが取れているとはと思います。またそのグリルの下部を縁取るようにシルバーとブロックのメッキのラインがフロントフェイスサイドまでつながることで幅広感にもつながっており、過剰なエアロなどは備え付けられていないことも相まって大人なラグジュアルスポーツの雰囲気を醸し出しており、硬派な GR ヤリスは対極な存在感であることが面白いです。正直実物見るまでここまでかっこいいとは思わなかったですね。ちなみに
このヘッドライトには単眼でハイビームとロービームを切り替えるバイビームヘッドライトとなっており、 GR スポーツにはフロントフォグランプと合わせてセットオプションとなっており、この迫力のフロントフェイスを得るためにはオプション選択する必要があるため注意です。サイドに回り込んできました。アクア GR スポーツのボディサイズは全長 4095mm、 全幅 1695mm、 全高 1485mm、 ホイールベースが 2600mm となっており、ベースと比較すると全長のみエアロ形状などの変更によりプラス 45mm となっています。もともとコンパクトサイズであり、最小回転半径なども 5.3m と小さいため、キビキビと操ることができる操作性に関しては影響がないことと思います。サイドからわかる GR スポーツの特別装備として、まずはルーフスポイラーが挙げられます。ルーフに沿って流れる空気を跳ね上げ、ダウンフォースを得るための空力パーツであるルーフスポイラーが装備されていることで、スポーティーなシルエットが形成されています。そのルーフの傾斜具合と同じように C ピラー付近に向かってドアパネルラインが駆け上がっており、改めて見るとアクアのボディラインがかなりスポーティーであることが GR スポーツ専用の白黒ツートンカラーによって際立っています。もう一つの専用装備としては、サイドのロッカーモールディングが専用品となっており、ノーマル品と比べるとよりボリューム感があるものが装備されていることで、ボディに厚みが生まれ、より低重視に見えるシルエットとなっています。ホイールデザインはこのようになっており、サイズは 205、45R、17インチであり、その他のグレードサイズが16インチであることを考慮すると、より台形タイヤが装備されていることによるスポーティー感は他のグレードにはない個性であり、キャリパーのレッドの差し色もいいアクセントになっています。やはり白色のボディカラーにレッドキャリパーの組み合わせはいいですね。個人的にはブラックホイールの方がより好みですが、適度なスポーティングがという点ではこのカラーのホイールがちょうどいい気がしますね。リアに回り込んできました。リアの専用装備としては、こちらのハニカミ形状のギアバンパーであり、さすがに開口はされておらずダミーでしたが、ボディの下半分がブラックアウトされることで低重心感にも寄与しているものと思われます。マフラーは覗き込まないと見えない仕様となっており、中途半端にマフラーカッターを装備するよりも個人的には好みです。斜めから見るとサイドのデザインの際に申し上げたアクアの抑揚あるボディデザインがよくわかります。スポーティー感の演出のためではなく、燃費を良くするための空力優先のボディ形状であることが推測できますが、新型のプリウス同様エコなボディ形状を追求するとスポーティーなシルエットに近づくという点が非常に面白いですね。リアから見るとルーフスポイラーの存在感は結構大きく、リアのシルエットを引き締めていることがよくわかります。内装紹介。まずはトランクスペースからになります。トランクスペースはこのようになっており、 GR スポーツといっても4クラス設定がないことも相まってトランクスペースが犠牲になっておらず、ノーマルの仕様と同等の必要十分な容量が担保されています。またこのトランクは2段式となっており、ボードを下側にすることでより容量を拡大することも可能です。そしてこちらが鉱石を倒した状態となっています。斜めになっているためフラットな状態ではありませんが、緊急時などかなり容量を確保することが可能となっています。続いて運転席周りとなります。運転席ドア内割りはこのようになっており、大部分がハードプラとなっていますが、ドアの持ち手などにスウェード調の素材に高圧設置が入っていたり、ダークシルバーのパネルが使用されていたりと、素材をうまく使い分けることで質貢献なスポーティー感が演出されています。乗り込みの際もサイドのエアの追加パーツがないことで、サイド支持の張り出し感もノーマルと変わらず、頭上スペースも十分確保されているので、自然な姿勢で乗り込むことが可能です。ステアリングのデザインはこのようになっており、パンチングレザーと革の組み合わされたものとなっており、ドアノブ同様、手で触れるところにスポーティーさを感じる要素が散りばめられています。ボタン配置としてはオーソドックなものであり、左側にオーディオ操作系、右側に運転支援系のスイッチが集約されています。メーターには
ノーマル同様のデジタルメーターが採用されていますが、GR スポーツ特有のオープニングがないのが少し残念でしたね。情報表示量としても必要で十分なものが担保されています。加えて GR スポーツには上級グレードの Z 同様カラーヘッドアップディスプレイがオプション装着可能であり、この機能があると個人的には運転に対する集中度が増すため、ぜひとも選択したいオプションですね。予防安全装備に関しては GR スポーツもノーマルグレード同様標準装備とされており、右左折時の対向車や歩行者にも対応したプリクラスセーフティや前走車との距離を一定に保って走行するレーダークルーズコントロールの機能などが装備されています。また、さらに追加の装備として車の周囲をカメラにて確認するパノラミックビューモニターや駐車を車自身が実施するアドバンストパークの機能に関しては GR スポーツにはオプションとなっているため、この車をファミリーカーとして使用し、運転に苦手意識を持つ人が使用する場合には装備を検討することをお勧めします。運転視界はこのようになっており、A ピラーとドアミラーの間にも大きく視界が確保されており、ナビに関しても視界の両線と被ることはありませんでしたので、視界は良好となっています。フロントノーズの突き出しもそこまで大きい車でないため、車幅感覚などはすぐにつかめるようになることと思います。ナビ画面はこのようになっており、この展示車両にはオプションの 10.51 のものが装備されていました。GR スポーツの場合、オプション選択しなければこちらの7インチ画面となるため注意です。ナビの周りにもスエル調の素材がふんだんに使われており、ダークシーバーの素材も相まって通常仕様とは異なるレーシーさがここでも演出されていますが、プッシュスタートボタンが GR 専用のものではなくブルーのままなところが残念ですね。その下にはエアコンスーツスイッチやナビ操作スイッチ、電子機種そのものが集約されており、その土台がピアノブラックとなっており、傷つけないよう注意ですが高級感が演出されています。その下にはスライド式の小物入れがあり、 USB ポートも備え付けられています。その後ろにはペットボトルホルダーが縦に2つあり、その後ろには鉱石用のペットボトルホルダーがありますが、センターアームレストはありません。センターアームレストは GR スポーツの場合、オプションでも装備できません。GR スポーツのようなグレードを購入する人の場合、運転好きであり、結果的に走行距離が伸びてくると考えられ、長距離運転中などセンターアームレストの有無によって快適性が結構変わるかと思いますので、オプションであっても選択できるようにしてほしかったところですね。シート形状はこのようになっており、GR のロゴが入った特別仕様となっており、サイドのサポートの部分は合成比較、真ん中の背もたれの部分などはスウェル状の素材が使用されていることで滑りづらく、機能性を重視したシートとなっています。快適装備としてはシートヒーターが装備可能となっていますが、オプションのため注意です。続いて後席周辺についてです。後席のドアの内張りはこのようになっており、前席に比べると質感は劣っている印象です。ドアの触れる部分にスウェル素材は用いられておらず、ドアノブも塗装されていない状態となっているため、 GR スポーツグレードとしての特別感はドア内張りの質感からは感じられませんでした。乗り込みの際には前席同様自然の姿勢のまま乗り込むことが可能となっています。足元スペースとしては身長170センチの私で手のひら1枚分となっており、特に快適性に問題はありませんでした。センタートンネルは4駆ではありませんが少し張り出していましたが、そこまで大きな段差ではなかったため、真ん中に座った状態でも長距離走行を避ければ問題ないかと思います。シート形状はこのようになっており、こちらに関してもドア内張り同様シート形状など GR スポーツ特有の装備などは与えられていない印象であり、あくまでも街乗りにおいてスポーティー感を感じる GR スポーツのコンセプトであるため、致し方ない面かなと思います。改めて内装の前景になります。装備面など GR スポーツ特有のものの数は多くはありませんが、素材や色使いにシックなものを取り入れることで質実剛健なスポーティー感が赤の内装デザインのままでもうまく選出されている点が見事ですね。まとめです。
外観に関しては赤をベースとしていますが、元々のスポーティーなシルエットと相まって、正直なところ GR スポーツの中では最もグリーズデザインなどがうまく溶け込んだデザインであり、実写を見るまでここまでかっこいいとは思わなかったので、ぜひとも実写を一度ご覧になることをお勧めします。内装に関しても外観のスポーティー感に引けを取らず、手で触れるところなどの素材を工夫することで元々のデザインを生かしつつスポーティー感が演出されている点は見事だと思います。残念であったのは後席であり、スカはともかく GR スポーツグレードであることを感じられる装備がありませんでしたので、前席に近い装備を後席にも展開いただければもっと所有満足度がアップしたことと思います。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。